ご案内いたします。この飛行機がまもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。Attention all passengers. We will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. おはようございます。入所時に5月9日に検査を行うと説明を受けた方にお知らせいたします。唾液検査用のキットをドアノブに配布いたしました。We placed our test kit your room's doorknob. The inspection test must be held before breakfast, which makes the breakfast preparation delay.現在私はですね、成田空港近くの、宿泊施設、検疫所長が定めた宿泊施設というところ、ホテルですね、に滞在しております。で、今朝ですね、唾液の検査をして、今結果待ちで、結果が出て、4時か6時、どちらかのバス選べるんですけれども、そちらで成田空港に戻って、それぞれの方法で、帰路に着くという形になっております。で、今、午前11時半なんですけれども、お弁当がだいたいもうそこにかかってるんですが、私、そのお弁当を、取ることはできないんですね。アナウンスが流れて、お弁当を取っていいですよって言ったら、取るっていう形になっております。そういうことをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、まず到着したら、一番にやることはもちろんね、検査ですよね。で、一番最初に、行った、廊下みたいなところなんですけれども、椅子が並べてあって、そこに、全員座って、記入をしていきます。誓約書みたいなものなんですけれども、で、それと同時に渡されて記入するのがこちらですね。で、ここの時点で、変異株から帰ってきた人には、この赤いシールが貼られるんですね。で、赤いシールが貼られたら、3日間ホテルで、隔離されるっていう形になります。で、そこから、いただいた書類とかを全部持って、スタンプラリーに行くわけですけれども、スタンプラリーというよりも、チェックリストラリーみたいな感じですね。もう私の手元にはないんですけれども、チェックリストがあって、それを、各ところで出して、そこのスタッフが、チェックをしていくっていう形になります。で、一番最初は、時間がかかるので、もちろん唾液の検査からなんですけれども、唾液を試験管みたいのに、貯めて、で、渡してっていう形ですね。で、そこから、歩いて次のところに行くんですが、次がアプリだったかな。で、アプリは4つダウンロードしなければなりません。そのアプリをまずダウンロードして、また違うところに行って、違うところでは、スカイプが、ちゃんと使えるかどうか、WhatsApp かスカイプどちらかを、登録しておかないといけないんですね。で、そのアプリとかのチェックが全部終わると、もう大きいすごいね、広い部屋に、パイプ椅子がバーって並べてあって、そのパイプ椅子にまた番号が書いてあるんですね。で、あなたはそこに座ってくださいって言って、順番に角から座らされていくんですけれども、そこで多分30分ぐらい待ちましたね。これは、検査結果を待ってる時間です。で、検査結果が、出ると、こういう紙を渡されて、陰性でしたよっていう紙を渡されます。で、これをどこで見せたかは全く覚えてないんですけれども、どこで見せたかな。
というのも、入国審査も、日本人は機械でやるやつあるじゃないですか。パスポートを置いてピッてやるやつ、私もあれだったのでこれは見せてないし、どこかでは間違いなく見せてるんですが、そこを出た後はもう誰もそんなチェックしてたかな。その後荷物を、受け取るんですが、もちろん時間がかなりかかってるので、荷物はもともともう並べておいてあるんですね。でその後、空港の外に出てバスを待って、でバスがすごいんですよ。もう本当にもうバイキンが乗るバスみたいな感じで、それはしょうがないです。PCR テストもね、私いろいろあって3回受けてるので、本当にすごいネガティブだと思うんですけれども、PCR 検査も 100% じゃないですから、そういうバスで、空港から10分ぐらいかなのホテルに来ました。で、私は2時ぐらいに到着する飛行機だったんですけれども、このホテルの部屋に着いたのが4時半頃だったので、全部で2時間半ぐらいなので、人数が12名っていうことだったのもあるかもしれませんが、そんなに時間はかかってないんですね。で、ホテルももう隔離用のホテルみたいになってるので、すごいですね。皆さん、防護服を着て、ちゃんと透明の立て付けがあって、で、どこの受付でもいいので行ってくださいみたいな感じで、私は一番近いところに行って、でそれで、こういうのをもらいました。私の部屋番号と、健康観察チャットの使用についてって言って、このバーコードを読み込んで、毎朝8時頃に何度でしたっていう、チャットをするんですね。あとはどんな症状が出てるかをイエスノーで、やって、送るっていう感じですね。これはもう、ここにいる間は毎日やるものになります。1日1回ですね。厳しくなってきたところで、帰ってきたっていう。ご滞在中の皆様にご案内いたします。ご昼食の配膳が完了いたしました。扉を開けてお取りください。また、食事が終わりましたら、滞在のしおりをご参照の上、ゴミは外の廊下の床へ置いてくださいますようご協力お願いいたします。Attention please, your lunch meat has been served outside of the door now. Thank you. こんな感じでね、全部のお部屋に、お弁当を配り終わったので、皆さん取ってくださいっていうね。お弁当自体は冷たいです。ここに来る間に随分冷めましたみたいな、そんな感じなんですが、冷えても美味しいご飯にしてあるのか、私は全くね、まずいとかは感じず、ほぼ全部完食してますね。ちょっとお弁当持ってきますね。で、お弁当は、こんな感じっていうか、これから見せますけど、今日は、あさりの味噌汁。これ昨日の夜もあさりの味噌汁だったかな。で、多分外人用にスプーンとフォークが入ったこれと、あと日本人用にお箸ですねっていう感じになってて、今日はパスタだ。ずっと白いご飯で、それはそれで白いご飯に飢えてたんで嬉しかったんですけれども、ずっとね3食白いご飯だと朝ごはんもですよ、ちょっと疲れてきてたので嬉しいですね。で、あとお茶とこのジュースですねが、必ずついてきます。で、このジュースはオレンジジュースとか、アップルジュースとかあるんですけれども、私はジュースは飲まないので、この後家族が迎えに来てくれるので、家族にあげようかなと思ってます。わあ、嬉しい。しかもエビ入ってるよ。今日はパスタです。これ今日が最終日なんですけれども、これ結構めちゃめちゃ嬉しいですね。香りもいいし。お部屋のご紹介をしていきます。まず泊まってるのは東横インですね。で、避難経路があって、で、ここに最後に PCR 検査で唾液を試験管みたいのに溜めてやるので、唾液が出にくい場合はこういう風にしてくださいよっていうのがドアに貼ってあります。で、私のお部屋9階でございます。お寺があるんですが、ここに行く前にお部屋ご紹介ですね。普通にベーシックな多分結構古いホテルなんじゃないかなと思います。もう2日目なんでね、ごめんなさい。ベッドも一応綺麗にしたつもりなんですけど、今見たら端っこちょっと謎。ほいしょ。いい感じですね。変わんないか。で、今帰国した時に着ていた服を、干しています。洗ったものですね。寒いかなと思ってね、
干してたんですけど、もう日本暑いので多分着ないですね。で、このようにかかっていて、私のものですね。ヨガマットとかも置いてあります。このぐらい空いてるんですけれども、換気ができるのは嬉しいですね。で、窓の外からは、今日は今現在は見えないですけれども、結構飛行機が動いているのが見えたりします。で、電気があって、本当にここは普通のホテルですよね。で、嬉しいのはやっぱり、日本のホテルなので、ポットがあることですね。で、一応お茶と昆布茶みたいのが1個ずつあったんですけども、飲みましたね。で、たまたま、お土産でね、お茶を持ってきてたのでよかったなと思ってお茶を飲んでます。で、来た時にもらったのがこのオムロンですね。毎日チェックしなきゃいけないっていうことで、これと、さっき刺さってたルームキーをチェックアウトの時に持っていかないといけないです。で、もういろんな紙をもらったんですけれども、ゴミの分別、これはホテルにあった紙ですね。で、部屋番号とこういう体温チェックしてくださいよっていう、朝8時にチェックするそうです、大体。で、これは滞在のしおりなんですけれども、滞在中はお部屋から出れませんよとか、食べ終わった後はドアノブに引っ掛けないで、ドアの外に、置いといてくださいとか、あとは何時頃に大体来ますけれどもとか、そういうのが書いてありますね。ここは特別なことは全く書いてないです。で、リネン類とかも、取り替えたいんであれば内線に電話すればできるっていうことです。3日目にもう一度、唾液の PCR テストをして OK であれば帰れますよっていうことですね。で、対象の際なんですけれども、空港にまたバスが出て空港から帰るっていう形になってます。で、もちろん空港からは一般の公共機関は使えないので、私は家族が迎えに来てくれます。ありがとうございます。で、帰国後、この3日間を含めた14日間ですねは、不要不急の外出はやめてくださいよっていうことが書いてあったりします。そんな感じですね。テレビも大きいのあるんですけれども、テレビは一切見ないんでね、なくていいですけど、こんな上、バスルーム忘れてた。で、バスルームも本当にごくごく普通ですよ。ちょっと今見せようと思って電気はつけておいたんですけど、バスマットがあってトイレがあって、でも昔ながらなんで、これもうね、台座は私の腰がここなんですけど、めちゃめちゃ低い。見えないや。これ見えないな。とにかくめちゃめちゃ低い位置にあります。これ外人とか大変そうだなと思うんですけどね。手洗うのとかも。で、ちなみに、私がね、ローションとかそういうのを全部この100均で買ったマチのある袋に入れてるんですけれども、これがあるとあっちこっちこうやって持ち運びできるので、本当におすすめです。私ブラジルを出たのが5月2日の土曜日だったんですけれども、1週間以上いろいろあってかかって、自宅に帰るっていうことで、予想よりもね長い感じになってきましたが、ちょっとまだ時差ボケがあるんですけれども、とりあえず日本に、帰れてこれただけ嬉しいという、そういう気持ちでございます。寂しいような、寂しくないような、ちょっとだけ寂しいかもしれない。